その方が結婚されるっていうことを聞きまして、氷河期に蘇ったお花が咲いたみたいな気持ちで、なんだかわかんないけど泣いたんです。歌詞にしたんですけれども、そんな曲が出ます。JQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは、チャラです。今回はチャラの人生において大切な曲をご紹介します。JQ プレイリスト of my life。最初の曲は小坂明子、あなた。この曲は小学校入る前かな。すごくピアノという楽器に憧れていて、小坂明子さんがまだティーンネイジャーで、高校生なのに大人の人をバックに弾き語りされてるのを見てかっこいいなと思って、私も弾き語り、なんかピアノ弾いて歌うのやりたいと思って、初めて実は耳で聞いて、なんかこんな感じかなみたいなのをやった曲がこの小坂明子さんのあなたという曲で、多分省略して簡単にもしも私がってもしも私が、その幼稚園のクラスにピアノがなくて足踏みオルガン、それが先生用に1台あって、さよならの会の時に先生がそれを伴奏してみんなでさよならさよならこれで今日はお別れしましょう、弾きたいなってずっと思ってて、それも耳コピして弾いてるのをその先生はなんか見ててくれたみたいで、ある日突然みーちゃん弾いてごらんって言われて、それが私の初めてのステージっていうか、すごい楽しかったんですよ。続いての曲はアイリーン・キャラでフェイムです。小学校4年生ぐらいかな。とにかく自分のお金で初めて買った洋楽のシングル版です。レコード。その曲に出会ったのは、フェイムっていう映画がアメリカの踊り出したりとか歌い出したりとかする学園ものなんですけど、シンセのベースがジョルジオ・モロダーっていう人がサウンドプロデュースしてるんだけど、ビュン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 っていう音で、この音なんだろうみたいなシンセサイザーがその後中学校になってくるとすごい好きになるんだけど、それの始まりの曲でもあるかな。洋楽への興味、はっきりと種植えてもらったみたいな曲なので、すごい大切な曲かなと思っています。学校の先生がすごくいい先生で、私のニックネームをつけてくれたというか、シャラットっていう語源があるんですけど、泣いていた子が次にはシャンとする様みたいな、結構よくは泣いてたの私も記憶にあるんだけど、でもなんかずっと泣いてないっていうか、泣いたと思ったらもうすぐ次のこと一生懸命やる子供だったみたいですね。なんかその良いところを先生は多分名前にしたんですけど、だからチャラチャラとは真逆なんです。はい。チャラくないんです。続いての曲はパトリース・ラッシェンの Forget Me Not です。ティーネイジャーの頃大好きだったこと、シンセサイザーが好き、バトン部も入ってたんだけど、バトントワリングとかそういうチアリーディング、あとローラースケーティングが大好きだったんです。そのスケーティングする時に親友の香織ちゃんと必ずこのパトリース・ラッシュの Forget Me Not がかかると、2人で肩をリズムスケーティングをしてリンクを踊りながら滑るっていうのがすごく好きで、この曲が一番私は割と好きで、クラップで始まってそのクラップ聞こえたらリンクに入るっていう感じ、可愛くないですか？続いての曲は私チャラの曲でバイオレットブルー。デビューするきっかけになった曲です。高校生の頃からキーボード弾いてて歌ってなかったんですけど、ソニーの新人発掘部署、そこの人に歌わないって言われてたんだけど、歌なんかやだーってボーカリスト探してなんかバンドとかやりたいぐらいだったんですけど、なかなか探してみると意外とボーカリストっていうのがいなくて、
そんな時に失恋をしまして、人生で初めての。なんか思い切ったことしなくちゃいけないなみたいな状況になるから、髪の毛切ったりとか思い切ったことにならないと思うんですよね。それでなんか歌ってみようかなと思って。はい。この曲歌詞で日々地下鉄の階段の途中で途方に暮れちゃってやだ涙がみたいな歌詞があるんだけど、本当にそういう感じの生活を朝までアルバイトをバーでローラースケートのウェイトレスやってたんですよ、私。それで朝帰って曲作ったりとかして、なので割とそんな感じのリアルな。まあでも歌詞って全部リアルだと日記になっちゃってつまんないじゃないですか。だから本当のことが少しあってっていう方が気に入っているので、100% リアルっていうわけじゃないです。話すように歌いたいだなって自分で途中でこうやって言えるようになってきたんだけど、その当時はそれ気づいてなかったけど、多分そういう感じだったんじゃないかなって思いますね。続いての曲はパンクロックとかロックとかニューウェーブは通ってたんだけど、もうちょっとパワーがグワーってあるやつを90年代に入ってから掘って聞くようになって、その中でマイブラかなりインパクトが、ちょうど長女が生まれて初めてのことだから一人でなんとか頑張るみたいなのも多くて、なかなか寝ない時にマイブラのスピーカーの間に子供をこう寝かせて、ちょうどいいぐらいの爆音って言いますか、その中に寝かしたらすごい寝たの、すーちゃんがおーと思って。かなりボーカルスタイルがマイブラってウィスパーで、声はちっちゃいのに爆音っていう、そのバランスがもしかしたらこうやって抱っこしてる時のこの辺で歌う感じのっていうこの感じと包まれる爆音が何かあったのかな、わかんない。ちょっと科学的にとかそういうの証明もできないけど、まあすみれがロックなのかな続いての曲はジャネット・ジャクソンで Got Till It's Gone。 成長したジャネットの感じですごいグルービーで、やっぱり可愛い。年齢的にはクラブとかあまり行かなくなっちゃって、子育てもあるから。でもなんかその踊る気分っていうのってすごい日常でも大事だから、キッチンで料理作ったりとか車でドライブするっていう時にすごく合う曲だった記憶があるんですよね。私の大好きなジョニー・ミッチェルのサンプリングとかもさらりとやったかどうかはちょっとわかんないんですけど、さらりとやった感じに聞こえてるんだけど、私は本当にプリンスが大好きで後追いでジョニー・ミッチェルを聞き出したぐらいで、そっからやっぱりシンガーソングライターの層が外国ってたくさんいるんだ、熱いなと思って、もうジョニー・ミッチェルからジュディ・シルとかジャニス・イアンもそんなに知らなかったんですけど、もうタトゥーにリリック刻むほどめちゃめちゃ好きになっちゃったし。続いての曲はローラ・ニーロでウェディング・ベル・ブルースです。私ステージを結婚式ってちょっと呼んでて、自分のステージなんかライブ終わった後はなんかこのウェディングベルブルースをチャンチャンチャララチャンかけてもらって、結構大きめにでみんなでクラップを合わせて、私はクラップで送ってもらって花嫁退場するっていうのをよくやってます。ローラ・ニーロみたいだねみたいな言われたことが若い時にあって、なんか逆に嫌みたいな、若い時ってそういうの嫌じゃないですか。だけどすごい聞いたら、なんかその人が言いたかったことは、なんか例えばそこに寂しそうにある椅子についての表現がすごい彼女って歌にできるのよねみたいな感じのことを言ってたの。なるほど。じゃあいい意味で言ってくれてたんだなって、やっと大人になってから思って掘って聞くようになりました。続いての曲はチャラで AOU。
新しい最新の曲です。AOU というんだけど、All of You という意味です。最初に曲作った時に All of You, All of You って言ってたから、そのままなんで All of You って言っちゃったんだろうみたいなところからそこの遺跡を掘り当てるみたいにして言葉をこう探していく。なんか気になるとすぐ調べるタイプなんですけど、All of You っていう新曲をちょうど作ってる時に3万年前の氷河期時代にリスが食べた木の実のお花が咲いたんですよ。その種を元にして3万年前のお花が咲くってすごいなと思って、ちょっとある事件がありまして、ちょっとびっくりして泣いたんだけど、昔の恋愛の話なんだけどね、その方が結婚されるっていうことを聞きまして、全然その人のこと好きじゃないんですけど、氷河期に蘇ったお花が咲いたみたいな気持ちで、なんだかわかんないけど泣いたんです。それがそのお花と重なって歌詞にしたんですけれども、なんだかわかんないけど泣いちゃったことあるっていう人が聞いたら、もしかしたらシンクロするかなとも思いますし、人間ってなんだかわかんないけど涙が出る時ってあると思うんですけど、大概の涙は我慢しなくても出しちゃった方が私はいいかなと思っていて、なかなか言葉にするのが難しい時に流れるものかもしれないですね。でも涙は多分愛だったかもね。そんな曲が出ます。以上が私の人生のプレイリストです。いかがだったでしょうか。振り返ってみて、すごくやっぱり音楽とともに私って友達にチャラってそのものが音楽だねって言われたことあるんですけど、なんか私も誰かのプレイリストになると嬉しいなってちょっと思いました。はい。GQ プレイリスト of my life チャラでした。またお会いしましょう。Bye for now.